週一緒にグリップしてもらっていいですか。あ、でもちょっと立ち回りで。すみません、なんか私のレベルで危険物がやってます。ちょっと5周ぐらい。どっち回りちょっとはい、グリップで。もう全力はしなくていい。8割ででもいい。2週間。ずっとグリップや初めにやっててですね、まあ、これが正解かわからないですけど、多分まあ正解のところがあると思うんですけど、車のピッチング、車をいわゆる、どうでしょうか、多分車は遅くすれば車めちゃくちゃ曲がるっていうのは違うんだっていうのに後から気づいたって話なんですけど、まあゆっくり行けば事故るはずはないんですけど、まあハンドルで曲げるしかないんですよ。だからまあ絶対当たらないです。もうここまで言及すれば、絶対当たらない。でも、ピッチングを使って曲げる。はい。こっちじゃないですか。こっちに。これ直接充電してもらう。このイメージを、充電させられる。これとしたら、オフである程度車をいわゆるまあオーバーステアですから、向きをこう滑る、いわゆるみんなよりスピンの状態に、でもそこで持っていく。ちょっとこの定常円をですね、昨日ずっとやってたんですよ。このヤシの木と誉れの定常円を、この長い丸を使って、いわゆる今まで自分がいるとことここで今ので角度を決めて止まる。こう来て、例えばアクセルを抜いて、これです。この角度。で、ここまで決まれば、あとはアクセル入れていくだけなんです。そして、これを減速して向きをもうちょっとつけないとですけど、これをずっとこの、そうすると、ほとんどハンドルを切らずに車を曲げれるというか、それを昨日、来られてが、おとといですかね、ところ。これがなんかちょっとそのグリップをその方がさせられてて、これ最近グリップされたんですけど、多分それ使ってない、いわゆる全部ハンドルで、でオーバーアンダーを作ってアクセルを入れようとして、逆のことの操作がなってたんですよ、アクセルが。これをちょっともう一回私も再復習し、いろんな人にちょっと伝えれればと思ってやってますので。すごいポンさんなんかわーってなってましたよね。まあそうですね。当たり前で多分分かってることなんだけど、なんか改めてやってすごい気づいたみたいな感じの反応だったから、今のところの話を自分聞いてなかったんで、なるほど、そういうことかと思って。そうですね、今反対になってますもんね、相田さん。ずーっと抜いてしまって向きを変えてしまうんですよ。なんか意外とそうですね、やってみると、で、これを言ったんですけど、例えばここから私がですね、皆さんと前に車が来て、よし、こう最終コーナーまで練習ばっかしとって、じゃあ行きますよって言った時に、分かりましたってこう行きよってるんですよ。こう行ってみんなこうやって展開してくると思うんですよ。この時みんなやってるんですよ。いわゆる車の例えばこの D ライクで走ってる人は多分ほぼいないと思うんですけど、例えばいないで、あそこ走るぞって言ってこうした時にこうやって向き変えていく人いないと思うんですよ。アクセルを入れて向きを変える、ハードリフトで行くようなじゃなくて、みんなやってると思うんですけど、こう来た時に今思いついた、やっぱ前舵を作ってフロントをタイヤを軸にして、で帰る、これがなんかその
壁が走るときにいわゆる速度がもう減速しすぎて向こうで曲がらないというかスピードが遅いのに車が曲がらないでその速度を落としすぎてるんで向きを変えれなくなってるなのでこの話をしたのがなんか結構気づいてもらえることが、そのグリップでも必要最低限の速度は残しつつコーナーに進入せなのかっていう、それがなんか私がずっとグリップやってて思ったことっていうか、だからあの人いや大丈夫かなこの速度で来てもっていうのでもその人がやっぱその速度がいるみたいなコーナーを曲がるためにはみたいな。でこの三日月長いブレーキを私ブレーキを踏んでいいと思うんでグッとここで向きを変えてしまうそうそれがいいと思います基本的なもうちょっとスピードがいいちょっとそこら辺になるかなある程度角度のスピードがないと多分パワースライドみたいな感じでケツを滑らせて持っていかんと曲がれなくなってくるんですよ最後はもうリアカ重のアンダーステアで立ち上がるためにこれで程よく角度をつけるそうするだからもうアンダーでそうするとなんか遠心力を使った状態でブレーキを緩やかな感じなんですよ。これでもブレーキかけても向きは変わるんですよ。これぐらいのスピードでもブレーキをかけても向きは変わるんですよ。前かじをつける。このぐらいの向きは変わってしまう。そこを踏み込む。ブレーキをせず踏み込む。これは続けて、いわゆる続けると、この平常円がどんどんなっていくのか。楕円の平常円っていうことですね。これも楕円の平常円。まだなんか返事が元気がない返事だけん、昨日のポンさんみたいなそういうことかみたいなこうテンションが上がるようなところに持っていってもらいたいな前田さんを。前田さんの方が絶対こっちを走られてる回数が多いんで多分昔の方が多分結構なんか強く定着されてる気がするんですよね。それ思った角度に持っていけるようになってくると楽になるってことですよね。そうですね。アンダーステアって言ったけどこれはオーバーステアのコントロールっていうことですね。結局やりたいのってここから、私はこの角度でアンダーステアで立ち会っていきたいんですよね。あそこからですね。あの角度で、あそこに立ち会いたい。で回転した時はこれでオーバーで出してこの角度からアンダーでブワーッとしたいんですよ。だからそれを使ってこれブワーッとしたいんですよ。で抜いてブワーッと出てきたんですよ。これがもうコースが1周が8割がアンダーステアとしても2割はオーバーステアでアンダーステアにしてオーバーステアに抜けてアンダーで抜けてオーバーステアでアンダーステアってなんですよね。かなと思います。私の中のこれを今2個でやったんですけど三角形にしてみる四角形にしてみる八角形としていくと多分この平常円が円で回れる気がするんですいわゆる場合はこれ今何角形か知らないし今でこれをなんかやってもらってコースを回るときも、この感覚で回っていけばなんかなんですかね
やばい車曲げなんと思う時にアクセルをその程よく戻す癖がつくんじゃないかな。やばいと思う時にその向きを変えてそうそうあとは付け足しですよね。マーチメートとはちょっとしてもらってこんなことをやってましてサイドの差みたいな感じですね。勇敢な的なあれが入ってはいるんですけどこんなんか卒業してる。なんか急に走りがオーバーですそうするとこの車のやっぱそのオーバーで向きを変えるために必要な速度域が多分分かってくるんじゃないかなっていう。遅すぎてもダメというか。ちょっと混乱する逆で回ってる人とまたなんか気持ち悪いですね。なんか新鮮な感じで。そうか、改めて。これにめっちゃ慣れたらフロントタイヤを使ってないで曲げてるんで外にも内にもいけるんですよね。これにめっちゃ慣れたらもうちょっと外だなと思ったらすぐフロントタイヤをちょっと外に流してしまうというなんか俺扇風機になった気分上のポチっていうボタンを押してボタンが回ってこう扇風機が強風にしますね。強風って速くなるんですよ。どういうことですか。これで、このように微妙な多分でもこれ決まりはピッチング一発で決まるんですよね。車が曲がるまま。前荷重から後ろに行ったらもう立ち上がるんで。前荷重、後ろ荷重。別に V のジープ
リアが結構粘るんですね。なんかリアが粘りそうな車だなっていう感じがしますよね。結構。ああ、でもいい。これが決まれば多分、アンダーで曲がれないっていうことになったんじゃないかなっていう。オーバーステアを自分で出してるから、はい唐突に出たオーバーステアでのスピンとはまた違う。違うんですよね。唐突に起きるアンダーステアも来ないんで、そこからアンダーで行ってやるって決めれるんで、多分出口が見えやすいのかなっていう。何かな？でもコーナーの向きを変える機能場所とかで上がってくるんで。